んにちは。今回は浜中さんのエコアンデリアを使ってバッグを編んでいこうと思います。色番は59番です。こちらはレーヨン 100% 40g 約 80m、かぎ針が5から7号指定になっています。かぎ針は5号針を使います。エコアンデリア使用するときは袋を外さずに真ん中から糸を出して使います。では輪を作って編み始めるんですが、一般的にこのように親指と人差し指で糸を押さえて、こっちから2回くるくる巻いて作り出すと思うんですが、逆に巻いていきます。人差し指と中指の間に糸端を挟んで、人差し指に軽く2回糸を巻きつけます。そしてここから糸を持ってきて、指を外して鎖3目で立ち上がります。これは長編み1として考えます。そして鎖を1回、針に糸をかけて輪の中に長編み1鎖1というのを7回繰り返します。最初の鎖3目も長編みとして考えるので、全部でこの輪の中に8目長編みが入る形になります。はい、鎖3目の立ち上がりも含めて全部で8目長編みが入りました。間には鎖が1目ずつ入っています。では輪を縮めるんですが、一般的な巻き方で輪を作った時は内側を引き締めて、さらにその後に糸端を引き締めていたと思います。先ほど逆に巻いたので、これは糸端をこう引っ張るだけで二重にしている輪も綺麗に引き締まります。すごく簡単で便利なので、ぜひやってみてください。では、最初の鎖3目目に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。それでは2段目、鎖1で立ち上がったら、すぐ下のスペースに針を入れて細編み、編めたら次のスペースに長編みを7目編みます。長編みが7目編めたら次のスペースに細編み、これを繰り返します。次のスペースに長編みを7目、次のスペースに細編み、はい、最後のスペースに長編みを7目編みました。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。では次3段目ですね。鎖3目で立ち上がって、これは長編みとして考えます。そして鎖を1回、針に糸をかけてすぐ下の細編みの足を割るように針を入れて長編み、鎖を1回、また同じ目に針を入れて長編み、鎖1、もう一度長編みを入れます。
これが角になります。角は長編み4目の間に鎖を入れた形になります。そしたら鎖を5目編みます。この下のシェルを飛ばすのに鎖を5目編むことになります。そしたら針に糸をかけて次の細編みの足を割るように角を作ります。長編み4目の間に鎖を入れる感じですね。長編み1、鎖1、長編み1、鎖1、長編み1、鎖1、そして最後の長編みです。そしたらこれを繰り返していきます。鎖を5目編んで次の細編みの足を割るように長編み4目間に鎖を入れて角を作ります。はい、4つ目の角ができました。そしたら最後、鎖5目ではなくて鎖2目を編んで針に糸をかけて最初の鎖3目目に長編みでつなぎます。はい、こんな形になります。この後の段も鎖5目の、最後つなぐときには鎖2目と長編みでつなぐことになります。では次の段、鎖1で立ち上がったらすぐ下のシェルですね。長編み4目目、真ん中に針を入れて細編みで針に糸をかけて次の角ですね。V が3つあります。1つ目の V に長編みを7目編みます。長編み7目編めたら次の V に細編み、そして最後角の最後ですね、次の V に長編みを7目、これが角です。そしたら次はこの鎖5目を編みくるむように下のシェルの真ん中の目4目目に針を入れて細編み、また角に3つ V がありますので先ほどと同じ長編み7目、細編み1、長編み7目と編み入れて1周ぐるっと繰り返していきます。一周ぐるっと編んできました。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いてキュッと引き締めます。そしたら次は5段目、
鎖3目で立ち上がって、これは長編み1として考えます。そしたらさらに鎖を1回、針に糸をかけて、根元の細編みの足を割るように長編みを編みます。そしたら V ができました。ここは角ではないので V を1つだけ編みます。で、鎖を5目編んだら針に糸をかけて、ここが角なので角に細編みの足を割るように角の模様を編みます。長編み4目で間に鎖ですね。はい、これが角です。で、この後はこれをシェルの土台としてどんどん編んでいきます。段が増えるごとにこのね、角ではない V 模様が増えていく感じになります。繰り返して編んでいきます。はい、繰り返してきて4つ目の角を作りました。そしたら、ここ最後鎖5目ではなくて、先ほどと同じように鎖2目をして長編みで最初の鎖3目目につなぎます。はい、こんな感じになっています。そしたら次の段、同じことの繰り返しです。鎖1で立ち上がったら、この長編みを編みくるむように下の段のシェル、真ん中の目に針を入れて細編みで、針に糸をかけたら次の部位に長編みを斜め入れます。長編みが斜め編めたら、鎖5目を編みくるむように下のシェルに真ん中の目、4目目ですね。そこに細編みで、角に来たので1つ目の部位に長編みを斜め、真ん中の部位に細編み、次の部位に長編みを斜め、はい、こんな感じで角ができました。あとは繰り返していきます。鎖5目を編みくるんで細編み、部位には長編みを斜め、そして角は今編んだように同じことを繰り返します。そしてこの後、今までと同じようにシェルの土台で角を作って、この真ん中まっすぐゾーンには V 模様が1つです。角には V が3つで、その後の段で長編み斜めを編み入れながらシェルを作っていくんですが、繰り返していくとどんどん大きくなっていきます。で、この一辺のシェルの数、今は3つありますが、ある程度好きな大きさになるまで編んで、さらにこの一辺のシェルの数が
偶数になった時に、その後の段で、土台を編む時に減らし目をして、高さを出していこうと思います。で、これ今エコアンダリアで編んでいますが、コットンで編んでもすごく可愛いですし、一段おきに色を変えても、また二段おきに色を変えても全然表情が変わってきて可愛い模様になるので、ぜひいろいろ試しながら編んでみてください。で、コットンだとね、ハンカチにもなりますし、もっと大きくして編んでいけばブランケットにもなります。それでは繰り返し編んでいってどんどん大きくしていきます。はい、繰り返し編んできてどんどん大きくしてきました。で、この一辺のシェルの数が今6個あります。偶数になったので、この後、減らしていこうと思います。もうちょっと大きくしてもいいんですが、私は小さめにしようと思います。では、次のシェルの土台で減らしていきます。鎖3で立ち上がって長編み1として考えます。その後鎖を1回、針に糸をかけて下の細編み、足を割るように長編みを入れたら、これが一つの V 模様です。まっすぐのところは今まで通りこの V を一つだけ入れます。鎖を5目編んで、次の V にも次の細編みにも V ですね。そして真ん中のこの細編みは飛ばします。鎖5目を編んで1つ細編みを飛ばして、次の細編みに V を作ります。はい、このようにして縮めます。これを一周ぐるっと繰り返します。鎖5目で細編みに V で、角には今までと同じように長編み4目、間に鎖3の、V3 つを作る感じですね。これが角です。ではこれを一周ぐるっと繰り返していきます。はい、一周ぐるっと真ん中で減らしながら編んできました。そしたら最後鎖5目ではなくて鎖2目をして針に糸をかけて、最初の立ち上がり鎖3目目に長編みを編んで段を閉じます。はい、そしたら次の段鎖1で立ち上がって下の真ん中のシェルに細編みを入れます。真ん中の目ですね、長編み4目目に細編みで、このまま針に糸をかけて次の V に長編みを7目、斜め編み入れたら同じです。シェルの真ん中に鎖5目を編みくるむようにして細編みです。次の V に長編みを7目、そしたら減らしたところまで来ました。次のシェル真ん中の4目目ですね、長編み4目目に針を入れて鎖を編みくるむように細編みを入れたら、次は針に糸をかけて、下の段、この真ん中一番谷のところですね、飛ばした細編みにこのように針を入れて糸を持ってきて長編みを編みます。長編みの表引き上げ編みです。そしたらそのまま次のシェルの真ん中に4目目、
針を入れて細編みで、これがバッグの角になります。そしたらあとは同じです。 V に長編みを斜めで、一番高いところの角ですね。3つある V には長編み斜め、細編み、長編み斜めと編み入れます。次の角も説明します。繰り返し編んできて、2つ目の角に近づいてきました。2つ目の減らし目をしたところに近づいてきました。まずこの V には長編みを斜め、そしてすぐ隣のシェル真ん中の目に細編み、針に糸をかけて飛ばした細編みに表引き上げ編みの長編みを編みます。編んだらすぐに隣のシェルに細編み、はい、このようになります。こっちも表引き上げ編みの長編みで、これを続けていくとどんどんこう立ち上がっていってバッグの高さが出ていきます。で、繰り返しなんですが、次の場面でもう一度このシェルの土台の編み方を説明しようと思います。では繰り返します。一周ぐるっと編んできました。そしたらちょっと私はここで色を変えようと思います。エコアンダリアの23番ですね。最後のシェル長編み斜め目で未完成の状態で新しい色で引き抜きます。そして最初の細編みの頭に針を入れて糸端を一緒に編みくるんで引き抜きます。ギュッと引き締めて、次のシェルの土台ですね。鎖3目で立ち上がって、さらに鎖を1回針に糸をかけて細編みの足を割るように長編みを入れます。V を作ったら今までと同じように鎖を5目、そして針に糸をかけて次の細編みに V を編みます。鎖を5目編んだら、ここは先ほどの段で表引き上げ編みをしたこの谷の部分ですね。ここは飛ばして次の細編みに V を編みます。そしたらあとはこれを繰り返すだけです。一周ぐるっとこのようにシェルの土台を編んできたら、次の段で V に斜め長編みを入れてシェルの真ん中に細編み、どんどん繰り返してきて、この谷の部分は長編み斜めを入れてシェルに細編み、そしてこの真ん中にこの、下の長編みを引き上げるようにして表引き上げ編みの長編み、次のシェルに、真ん中の目に細編みですね。先ほどやったことと同じことを繰り返して編んでいって、
バッグの高さをどんどん出していきます。はい、では繰り返し編んでいきます。はい、繰り返し編んできて高さを出してきました。全部で数えると減らし目を押して立ち上がってきてから、シェルの数が 1,2,3,4,5,6,7 段になっています。土台を含めると14段あります。今のこの高さが一番この高いところで約20センチ、21センチくらいあります。低いところだと12センチくらいになっています。そしたらこのぐらいでいいかなと思うので、特に縁編みなどはせずに、このまま最後の目を編んだ状態で糸をカットして糸始末をしようと思います。針に糸を通したら最初の細編みがここにあります。で、その次の長編みの頭に細編みの頭と同じように糸を通します。細編みの頭がこれです。鎖がこのようになっているので、同じようにこっちから糸を入れて、そして今この出ている目に上から針を入れます。はい、これで細編みと同じくらいの頭ですね、鎖になっていると思うので、裏で糸始末をします。はい、糸始末をしました。で、ちょっと言うのを忘れてましたが、この高さまで編んできた後にスチームをたっぷりかけて、こうちょっと角を伸ばしたりね、編んでくるとちょっとね、この編み目がこうポコポコっと歪んだりしてくるので、スチームをたっぷりかけてまっすぐになるように手でね、ちょっと伸ばしたりして整えてあります。なので結構ね、ピシッと綺麗な形になっているんじゃないかなと思います。そしたらこの後、他にもね、糸始末するところがありますが、これは後で糸始末しようと思います。持ち手を編んでいきます。持ち手もせっかくなのでこんな同じような感じで松編みというかシェル編みのように編んでいきたいと思います。で、糸端ですね、バッグに持ち手を縫い付けるようにちょっと長めに残しておきます。そして結び目を作ったら鎖2目、そしてさらに立ち上がりの鎖2目を編みます。全部で鎖4目になりました。針に糸をかけて、針から数えて3目目、上半目と裏山取るように針を入れたら、長編みを3目編み入れます。はい、そしたら次の最後の鎖ですね、ここにも長編みを3目、はい、こんな感じになります。そしたら鎖を2目編んで、最後の鎖にもう一度針を入れて、ここに引き抜きます。はい、引き抜くとこんな感じになっています。そしたらこのように持って鎖2目で立ち上がって編み地をひっくり返します。ひっくり返したら針に糸をかけて、最後に編んだこの鎖2目側に長編みを6目編み入れます。
こんな感じですね。長編み6目編めたら鎖2目をして最後に入れたところと同じところ、長編みを入れた目と同じこのスペースに針を入れて引き抜きます。引き抜いたら鎖2目で立ち上がって編み地をひっくり返す。ひっくり返したら最後に編んだ鎖に側に長編みを6目編み入れます。長編み6目編めたら鎖2目で最後に引き抜きます。次、鎖2目で立ち上がってひっくり返して最後に編んだ鎖2目に長編みを6目、これを繰り返して持ち手の長さを出していきます。お好きな長さでいいと思うんですが、私はちょっと短めにしようかなと思っています。次の場面で、何模様、これが1模様としたら今4模様編んでいるので、何模様編んだかお伝えしようと思います。はい、繰り返し編んできました。で、この模様が22個あります。西色の葉のと西色の葉のと22個ですね。こちらも、同じく22個模様を、つなげて編んだものをもう一つ編みました。そしたらこれをバッグの持ち手にしようと思います。で、最初に糸端長く残したと思うんですが、最後糸を切る時にも長めに残してください。そしてこの糸端を利用してバッグに縫い付けていこうと思います。とじ針に糸を通したらバッグの上のこの山の部分ですね、ここの、真ん中のこのスペースにこちら側の開いてますね、穴が開いてます。これを合わせてこんな感じでこのようにまっすぐになるように縫い付けようと思います。真ん中の穴とこちらの穴を合わせてまっすぐになるように。で、だいたい模様が1個半とか2個ぐらいバッグ本体に縫い付ける感じですね。表に響かないように適当でいいと思うんですが、しっかりと縫い付けていこうと思います。で、エコアンダリアのこの糸をね、割るようにして針を刺しています。しっかり縫い付けたいので返し縫いをしながら縫っていきます。はい、このように縫い付けました。裏側はこんな感じになっています。そしたらすぐ隣のこのバッグの山ですね、こちらにも同じように縫い付けていきます。で、残りのこちら2つにももう一つの持ち手を縫い付けて完成になります。はい、両方に持ち手をつけました。めっちゃ可愛くなりました。こんな感じですね。ちょっと全体的な感じが映りきらなくて申し訳ないんですが、めっちゃ可愛くできました。
こんな感じで、バッグ本体もかなりレーシーな感じになったんですが、持ち手も合わせて、こういうね、可愛らしい模様にしてみました。もうこれは本当にめっちゃ可愛く出来上がったので、よかったら編んでみてください。で、最初にこのね、中心から編んでいったんですが、コットン糸で編んでハンカチにしたり、もっと、ふわふわで柔らかい糸でどんどん大きく編んで膝掛けやブランケットにしてもいいですし、いろんなことにね、使える模様だと思いますので、いろいろ楽しんで編んでいただけたらなと思います。で、これエコアンダリアで編んでいるので結構ね、しっかりしているので私はこのまま使おうと思うんですが、気になる方は内布をつけたり、中に、別でね、巾着を使って持ち歩くのもいいのかなと思いました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。